皆さんこんばんは、うのうと言います。ブレワイと神々のトライフォースの関連小ネタを集めてみました。この動画は、ブレスオブザワイルドはプレイ済みだけど、神々のトライフォースはやったことがないという方向けに作りましたので、ブレスオブザワイルド以外のネタバレは排除しています。今回のようなブレワイとの関連小ネタを知っていれば、神々のトライフォースを10倍くらい楽しめるはずです。このチャンネルでは、薬剤の目視録やブレスオブザワイルド続編の情報を求めていらっしゃる方がワクワクできる動画を投稿していってます。公式の裏付けはなるべくハイラル百科やハイラルヒストリア、マスターワークスなどの公式資料を用いています。気になった方は動画説明欄からチェックしてみてください。では行きましょう。ハイラル城のあの音楽。まずはこれをお聴きください。姫の名はゼルダ。わしの娘だ。そしてこの音楽の元ネタは神々のトライフォースのハイラル城内の音楽です。ブレスオブザワイルドの老人がパラセールで登場するときは軽快で楽しげなアレンジ。ローム王が過去の出来事について話しているときには厳かなアレンジへと変貌を遂げています。ついでにこちらも紹介しますと、ブレスオブザワイルドのハイラル城の BGM のこの部分。ネタバレになるので詳しくはお見せできないんですが、神々のトライフォースでラスボスと対峙した時の音楽が元ネタなんですね。ちなみに以降のゼルダゲームでたびたび登場する BGM なんですよね。マスターソード。神々のトライフォースはマスターソードの初登場作品です。この次に発売された時のオカリナ以降のマスターソードは頭身こそほぼ一緒なものの、柄の部分は神々のトライフォースと違って青色です。神々のトライフォースでは柄の部分が銀色で持ち手は赤で埋まっています。ゼルダの伝説シリーズでは時のオカリナの結末によって分かれた3つの世界線が登場するんですが、神々のトライフォースはその中でも敗北ルートという唯一時の勇者が負けてしまった先のお話です。そういう理由でマスターソードの色が褪せてしまったのかと思いきや、神々のトライフォースの数百年後だと考えられている神々のトライフォース2では、マスターソードは他の作品と同じく柄の部分が青色になっています。先ほども言ったように神トラはマスターソードの初登場作品なので、まだ設定がしっかり固まっておらず、時のオカリナでガラッと変えてきたんでしょうか。そう思わせる要素として主人公リンクの髪の色が神トラ作中ではピンク色になっているというものが挙げられます。説明書や攻略本などではしっかりとトレードマークの金髪になっていますもんね。ちなみに神々のトライフォース2の後の主な作品はというと、初代ゼルダの伝説、リンクの冒険がそうなんですが、その2つの作品にはマスターソードが登場しておらず、代わりにマジカルソードという剣が出てきます。僕は勝手にブレスオブザワイルドは敗北ルートの最新のお話だと思っているんですが、このマジカルソードがいつかちらっと登場したら面白いなとは思っています。ハイラルの大地。ゼルダゲームは各作品間の時間がかなり離れたものになっているのが多く、作品をまたいで登場する同じものと思われる場所も、その間に起こっている地殻変動によって中心となるハイラル城からの方角がそれぞれ違うものになっていることが多いです。その一例として、ブレスオブザワイルドのハイラルは神々のトライフォースのマップを時計回りに45度ほど回したような見た目になっていて、時間の流れを感じさせます。他の動画でもお話ししたことがあるんですが、その内容を見ていった結果、ブレワイの朽ちた千年樹は神虎の動物広場、ブレワイの小諸池は神虎の水の祠だったんじゃないかと僕は思っています。他には神虎のヘブラ山は北東にあり、ブレワイでは西の方に立っていることが気になっています。
カカリコ村の位置が違うのは単に移り住んだためと解釈していますね。これはそんなに自信がない説なんですが、ブレスオブザワイルドのゲルド地方のこの部分、これは神々のトライフォースにおける怪しの砂漠へ続くこの道なんじゃないかと思っています。まあちょっと形が似てるってだけで、それ以外は特に裏付けはありません。余談なんですが、スカイウォードソードに登場する南西部砂漠地帯はラネール地方という名前で、ブレワイや他の多くのゼルダゲームの南西部砂漠地帯はゲルド地方という名前です。そして神々のトライフォースは光の世界と闇の世界が存在するんですが、光の世界での砂漠地帯のダンジョンボスはラネモーラという名前、闇の世界では同じ場所である南西部は沼になってしまっているんですが、そこのダンジョンボスの名前はゲルドーガという名前なんですよね。いずれも関連は不明です。ラネモーラは初代ゼルダの伝説にも登場するモンスターです。ゾーラ族。ゾーラ族といえば、ブレスオブザワイルドにも登場するミファーやシドといったリンクとは友好的な関係にある種族ですよね。一部の者はリンクのことを非難したこともありましたが、それはリンクに特別な感情を抱くミファーを思ってのこと。そしてその後はお話が進み和解しました。一方、神々のトライフォースを含む先ほどお話しした敗北ルートのゼルダゲームでは、ゾーラ族とは敵対関係にあることが多いです。というか、ほぼ敵モンスターの類になってますね。作中のキングゾーラには水かきという便利アイテムをもらえますが、それもルピーが絡んでのことです。時のオカリナ時代で友好な関係にあったゾーラ族がいかにして敵対する勢力になってしまったかは詳しくはわからないですけど、また時間が進むことによって徐々に和解していったようにも解釈できるので一安心ですね。それに神々のトライフォース2では割と仲良くやっているようです。ブレスオブザワイルドのゾーラ族と神々のトライフォースのゾーラ族とではそのルーツが違うという説もありますので、どう考えたらいいかはちょっとわからないですね。東の神殿。神々のトライフォースには東の神殿という名前のその名の通りハイラル全体の東に立っている神殿があるんですが、ブレスオブザワイルドのチュートリアルステージである始まりの大地の東にも同じ名前の神殿があります。こちらはすでに滅んでいますけどね。この神殿が滅ぶ前の姿は実はブレスオブザワイルドの100年前のハイラルが舞台の薬剤の黙示録の始まりの大地ステージにて拝むことができます。しかし神虎の東の神殿とはかなり違った作りになっていますし、共通点も少ないことから東にある神殿というだけの全く別の神殿だと考えられます。ブレスオブザワイルド続編には例えば地下から古代の神殿が複数出てくるみたいなワクワクする展開があったらいいですよね。ということでバッサリ切りますが今回は以上です。この動画を楽しめた方は2秒ほどお時間をいただいて高評価ボタンを押していただけるとまた動画作りを頑張れますのでお願いします。ご視聴ありがとうございました。